今日はダイソーの20番のレース糸を使ってシュシュを作っていこうと思います。こちらの色はどんな色でも大丈夫です。使用するレース針は6番 1mm のものを使用していきます。とじ針も後で糸始末の時に使用します。したら作っていこうと思います。ちなみにこの色はもう廃盤だと思うんですけど、カラーナンバー59番のオリーブグレーです。こういう感じで持ってもらって、ゴムの中から糸をこんな風に引き出します。したら、この引き出したところに、こういう風に糸をかけます。同様に、糸を引き出して、細編みをくるっとずっと編んでいきます。で、この端がだんだんこう波打ったりとかずれてくると、後で直すのがめんどくさいので、なるべくこの目が一直線になるように細編みを編んでいきます。したらくるっと編んでいこうと思います。はい、全部で100目になりました。一周で100目編んでもらったら、この一番初めの目の向こう半目に針を入れて引き抜きます。そしたら鎖編み一つで立ち上がって、後半目に引き抜いたら、向こう半目に一目につき一つずつ細編みを編んでいきます。はい、一周向こう半目に細編みで一目につき一つずつ編んできました。したらから引き抜くんですけど、後ろから前に向けて針を通してもらって、一旦引き抜きます。したらこんな感じで針を通してもらって、ここに引き抜きます。はい。で、ここからは模様編みをしていこうと思います。鎖編み3つで立ち上がってもらって、これを長編み1と数えます。で、同じところにまた針を入れてもらって、あとは長編みを編みます。はい。そしたらここで鎖編みを1つ。で、針に糸をかけて、1、2、3と目を飛ばしてもらって、次の目に針を入れて、長編みを2つ。で、鎖編み1つ。で、針に糸をかけてまた同じところに長編みを2つ編み入れます。はい。で、また鎖編み1つ。で、1、2、3と目を飛ばして4目目、針から数えて4つ目の目に長編みを2つ、鎖編みを1つ、
た長編みを2つという感じでくるっと一周編んでいきます。はい、くるっと一周編んできました。今鎖編みを編んで終わってるとこですね。したらはじめに鎖編み3つで立ち上がった目のとこに針を入れて、また長編みを2つ編み入れます。で、鎖編み1つ。この鎖編み、立ち上がりの鎖編み3目目のところに針を入れて、一度引き抜きます。はい。これで2段目、3段目っていうのかな、一応。模様編みの1段目はこれで完成ですね。で、次なんですが、この鎖編みのループのとこですね。ここがループになってるんですけど、そこへバックで入れてもらって、バック細編みを1目。で、鎖編み1、2と編みます。書こうか。鎖編みの間の目に針を入れて、細編み。で、1、2と鎖編み。で、立ち上がります。で、ここで、編み地を返して、針に糸をかけて、この鎖編みのループのところに、長編みを編み入れます。はい。こんな感じ。で、鎖編み。で、あとは一緒なんですけど、この長編みと長編みで囲まれた鎖編み一つでできたループのところに針を入れて、長編みを2目、鎖編み、長編みを2目編み入れます。で、また鎖編み。これの繰り返しで、また一周ぐるっと編んでいきます。はい。2段目までまた編んできました。同様に、この細編みと鎖編み2目で立ち上がったとこの2目目の目に引き抜きます。はい。したらまたループのところに針を入れて細編み、鎖編み2目で立ち上がります。したら編み地をひっくり返してもらって、このループのところに今度は長編みをもう一つ増やして編み入れます。はい。で、鎖編み一つ。で、針に糸をかけて次の鎖編みのループのところに長編みを3目編み入れます。1、2、3。したら鎖編み一つ。で、またループのところに針を入れて、長編みを3目。で、鎖編み一つ。はい。こんな感じでね、ぐるっと一周編んでいきます。鎖編みのループのところに針を入れて、長編みを3目。で、鎖編みを一つ。また、長編みを3目。で、鎖編みを一つ。はい。この繰り返しですね。で、ぐるっと編んでいこうと思います。これでね、2段同じように編んでいこうと思います。はい。模様編み4段目まで来ました。そしたらここで鎖編み1、2、3で立ち上がって、もう一度1、2、3と鎖編みをします。で、そして、この針から数えて4つ目の裏山に針を入れて、
長編みを1つ。また針に糸をかけて、裏山に長編みを1つ。また針に糸をかけて、裏山に長編みを1つ編み入れます。そしたら、また、編み地を返してもらって、針に糸をかけて、今度はこの、鎖編み1つのところですね。ここに針を入れて、長編み。で、1、2、3と鎖編みを編んで、この長編みで今できたループですね。このところに針を入れて、長編み3つ編み入れます。2、3、はい、こんな感じ。で、また針に糸をかけて、今度はここですね。長編み3つ編んで、鎖編み1つ編んだとこのループに、針を入れて、長編み。で、鎖編み3つ。で、針に糸をかけて、この長編みのループのところに、また長編みを3つ。はい。こんな感じ。この繰り返しで、また一周ね、ぐるっと編んでいこうと思います。そしたら、編んでいきます。はい、一周編んできました。そしたら、ここの、一番端の鎖編みの目、ここですね、に、一度引き抜きます。はい。カットしようと思います。なんかね、ビーズつけようと思ったんですけど、つけなくてもなんか、可愛い感じになりそうなんで、今回はビーズつけないで編もうかな。ビーズつけたシュシュは、また、次の機会にしようかなと思います。はい。とりあえずこれでね、一旦、逆になるから、ここが始まりの目なんですけど、逆に向けてもらって、反対向きに編んでいきます。ここから鎖編み一つで立ち上がって、で、細編み。半面初めに残してた半面をずーっとすくいながら、初めの細編みで編んだ向きとは反対方向にまた細編みを一目につき一つずつ編んでいきます。こんな感じでずっとぐるっと編み進めていきます。見えますかね？この半目の残ってるラインがここにね、ずっとあるんですけど、この目をね、拾っていっています。ここにね、針を入れて、細編み、針を入れて、細編み。こんな感じでね、ずっとぐるっと一周編んでいきます。はい、一周編んできました。あとは同じように編み進めていくんですけど、また一目目のところですね。に、後ろから前に針を入れて、引き抜いて、こんな感じで針を刺して、普通にここ引き抜いてもいいです。いいんですけど、この方が目立たないかなっていうだけなんで。はい。
今引き抜いてきました。そしたらここで1、2、3と鎖編みを編んで立ち上がって同じ目に長編みを1つで鎖編みで針に糸をかけてっていうところからはこっちの編み方と一緒です。同じように編んでいきます。じゃあこれで同じようにこっちも編んでいきます。はい。完成しました。こんな感じでフリルがたっぷりな感じのシュシュが完成しました。でね、一玉で編めたらよかったんですけど、あとこの今ちょっと色が若干違うここまで足りなかったんですね。で、思ったのが、この段ですよね。一番端のこの段を、両方色を変えたようにしても可愛いし、これわざとね、ちょっと色変えたんですよね。わかるかな？画像でわかりますかね？こっからここまでちょっとだけ色は違うベージュっぽい色にしてるんですけど、こんな感じでワンポイントちょこっと変えるっていうのも可愛いし、ぐるっと一周全部両端変えるっていうのも可愛いかなと思います。アレンジして皆さんもよろしかったら編んでみてください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はじめはね、ビーズクロッシュしたいって言ってたんですけど、なんかビーズつけなくても可愛いなと思ってこのまま仕上げることにしました。またね、ビーズクロッシュのシュシュもいつか作りたいなと思うので、またちょっと考えていこうかなと思います。はい。この動画が良かったって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。そしたら、また。